皆さんこんにちは。マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ、今日はですね、CIO さんの製品を一つね、紹介していきたいと思います。それがね、こちらになります。CIO ポラリスキューブビルトインケーブルというね、製品になります。でこちらの製品ね、幕開けでクラファン開始と同時にね、注文させていただきまして、もうすでに1ヶ月以上使っているんですけれども、つい最近ですね、一般販売もね、始まりまして、こちら Amazon での商品ページですけれども、お値段の方が5980円。で、今現在ですね、さらに 16% オフのクーポンが適用されるということで、だいたい5023円ぐらいですかね。こういった価格で販売されております。で、一応ね、開封シーンなんかちらっとお見せしておきますが、同梱物はね、いつもの紙類と、あとね、日本語と英語に対応した取扱説明書だけでした。で、こちらの製品ね、気になってらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うんですが、もうすでに1ヶ月以上使いましたので、ファーストインプレッションというよりは、長期レビュー的にね、使ってみてどうだったのか、実際のところをお伝えしていきたいと思います。それではね、始めていきましょう。はい、それではね、まずは諸データを簡単に紹介していきます。サイズですけれども、横が 90mm、奥行きが 60mm、そして厚みですね。こちらが 41.2mm となっています。で、重量の方が、公式にはね、約 220g ということなんですが、実測したところ、このスケールでは 224g 程度という数字が出ております。で、あと、ケーブルの長さなんですが、これがね、この製品の一番の特徴でもあるんですけれども、ずるーっとこう、開いていきまして、はい、約ケーブルの長さが55センチとなっております。で、ちなみにね、このプラグのところですけれども、こういうふうにですね、向きを変えることができるプラグになっています。はい、次にね、出力に関してですが、AC2 口あるんですが、AC 出力のみの場合は合計で 1250W。そして AC 出力と合わせてですね、こちらに USB 充電器がありますけれども、これも合わせて使った場合には合計で 1125W となっております。で、次にね、USB 充電器として各ポートのね、割り振りですね。こちらをご紹介しておきます。1ポートだけ使った場合、C1 が 67W、C2 も 67W ということで、最高出力が 67W となっています。そして A ポートですね。これをね、単独で使った場合には最高出力 18W となっています。で、次にね、2ポート同時充電の場合なんですけれども、C1、C2 を同時に使った場合は合計で MAX65W。で、このね、65W の中で繋いだデバイスによってね、充電器の方で最適なワット数を割り振ってくれます。で、C1 と A1 を同時に使った場合は C1 は 45W、A ポートは 18W、合計 63W。C2 と A1 を同時に使った場合は、これはですね、2ポートトータルで 15W なんですよね。で、あと3ポート同時充電ですね。この場合は C1 が 45W、そして C2 と A1 ですね。こちらは2ポートで合計 15W となっていて、トータルでは 60W となっています。ということで、C1、C2 ともね、最大出力は単ポート使いの場合は 67W なんですが、複数のポートで使う場合はですね、C1 に多くね、電力を割り振ってくれるというような特徴があります。はい、次にね、この製品の特徴とか機能面ね、紹介しておきます。で、この製品ですね、簡単に言うと、こういうことなんですよね。要は、こういうケーブル付きのよく見るね、AC の電源タップですよね。で、これに、こういった USB の充電器を組み合わせたもの。これがポラリスキューブビルトインケーブルになります。ただね、こちらの製品非常に賢い機能がたくさんついておりまして、まず一つ目、これですね、Nova インテリジェンスを搭載しています。で、これ何かというと、先ほどね、ちょっと触れましたが、USB-C ポート2つ同時にね、使った場合に、つないだデバイスに最適なね、充電ワット数、これをですね、この充電器自体が自動的にね、判別して適切な出力をね、割り振ってくれます。ですので、たくさんね、ポートがある充電器ってありますけれども、この1番目のポートが出力がいくつまで、2番目のポートはちょっと低めだったかなっていうような使い分けを考える必要は全くありません。それからね、Nova セーフティ機能っていうのをね、搭載しております。これね、安全保護機能なんですけれども、
どうしてもね、充電器って発熱してしまうんですけれども、温度をね、常に監視して、あまり温度が高くなっているようだと、ちょっとね、充電を抑えるというようなセーフティー機能が搭載されています。それとね、これですね、100V から 240V まで対応していますので、海外でもね、使用が可能となっております。もちろんね、海外、コンセントの形状が違ったりしますので、変換コネクタは必要になるんですけれども、そちらを用意していただくことで、海外の多くの国でもね、使用することができます。はい。ということでね、機能特徴面紹介しましたけれども、ちょっとここでですね、実際のね、充電シーンを見ていただきたいと思います。で、まずね、各ポートがどれぐらいのね、出力を出しているのかっていうところですね、実験してみました。で、まずね、C1、C2 ですね、それぞれ単独で出力すると 67W 出るんですが、最高入力ね、67W のスマートコピートリオをつないでどれぐらいね、出力するかというのを測ってみました。で、その結果ですね、C1 の場合、65から 6W ぐらい、もうマックスでね、出ておりますよね。そしてこれ C2 にも変えてみました。そうすると、はい、やはりね、64W あたり出てますよね。C1、C2 とも単独ポートで使った場合には、マックスにね、近いワット数が出ております。ちなみに A ポート単独でも測ってみたんですけれども、こちらね、マックス 18W なんですが、この時は 10W 程度の出力になっていました。はい、次にね、複数のデバイスをつなぐ実験をしてみました。まず C1 にスマートコピートリオですね。はい、やはりね、65から 6W 程度出ております。で、この状態から MacBook Air を C2 につないでみますと、C1 は 30W、そして MacBook Air もだいたい 30W ぐらいですかね。合わせて 60W の出力が出ております。このあたりね、Nova Intelligence がしっかり働いて、うまくね、割り振っているなというふうに思います。で、さらにこの状態から A ポートに今度は iPad mini をね、つないでみました。そうすると、A ポートね、ちょっと出力低くて 1W 程度ですかね。で、3ポート同時充電の場合は C1 は MAX45W なんですが、はい、ご覧の通りね、MAX 近くまで出力しております。で、C2 と A1 は合わせて 15W ということなんですけれども、MacBook Air が約ね、7W、そして iPad mini が約ね、1W 程度ということで、合わせてね、8W 程度ですので、この実験ではね、若干低めという結果になりました。はい。とはいえね、しっかりと Nova Intelligence が働いて、最適なね、ワット数の割り振りできているなっていうのがお分かりいただけると思います。で、あとね、Nova Safety の方なんですが、先ほどね、見ていただいた3つのデバイス、同時充電して、で、Polaris Cube ビルトインケーブルの本体ですね、温度を測ってみました。そうするとね、だいたい50度弱までね、温度が上がったという計測結果になりました。合わせてですね、合計で 60W 近く、もうこの充電器のマックスの性能出ている状態でも50度をね、切る程度の発熱でしたので、このね、Nova Safetyもしっかりね、働いてくれてるなというのが分かったと思います。はい、次にね、この Polaris Cube ビルトインケーブルと、こちらですね、先行製品と言ったらいいのかな。Polaris Cube Wall との違いについてね、ご説明していきます。Polaris Cube Wall とビルトインケーブルの違い、例えばね、AC 口がウォールの方は3つあるのに対してビルトインケーブルは2つになっています。ただね、これよりも決定的な違いがあるんですね。それはもうこれですよ。ケーブルがついているということです。で、実はね、このポラリスキューブウォール、ちょっとね、弱点があったんですよね。それはですね、このコンセントの形状なんですよ。本体から直接こういうね、プラグが出てるんですよね。で、そうすると何が弱点になるかというと、使えない状況もあったりするんですよ。これね、幕開けのページのこのイラストが一番わかりやすいと思うんですが、例えばね、カフェとかにこういう形のコンセントあったりしますよね。壁際の何かちょっと突起があるところのすぐ近くにコンセントがある。また、ビジネスホテルなんか多いんですが、こういうね、ベッドの枕元とかにスイッチ類と一緒にコンセント口がね、あったりする。こういった状況では、このタイプね、使えないんですよね。これね、AC 口もあるし、USB 充電器としても使えるし、すごく便利だな、旅行とか出張持っていったらすごく便利そうだなっていうふうに思ったんですけれども、唯一の弱点がこのね、プラグの形状だったんですよ。あと少しだけね、ケーブルがついてればなっていうふうに思ってたんですよね。そこの弱点を
しっかり克服してくれたのがこのね、ビルトインケーブルなんですよね。これでほぼ全ての状況でコンセントにね、しっかり挿して使うことができるようになりました。はい、ということでね、ここまでポラリスキューブビルトインケーブルの機能とか特徴を紹介してきたんですが、ここからはですね、実際に1ヶ月以上使ってみて気がついた点ご紹介していきたいと思います。で、まず1番目なんですけれども、もうこれ皆さんね、多くの方が想像されていると思いますが、出張旅行にぴったりです。めちゃくちゃ便利です。で、先ほどもちょっと触れましたけれども、このケーブルがついたことで本当にね、万能選手になったんですよね。で、実際この製品が出てくれたことによって僕はね、荷物が減りました。で、ちょっとね、見てほしいんですけれども、これね、何かというと、今からね、8年ぐらい前に僕が出張や旅行に持って行っていたデバイス関係の充電関係だけね、ちょっと再現してみたものです。これだけ持って行ってたんですよ。当時ね、持って行ってたもの。これ MacBook Air の充電器。もちろんこれはですね、今現在の Mac のものなんですけれども、MacBook Air の充電器。そして、これね、懐かしい方いらっしゃると思いますが、iPad の充電器。確かね、15W ぐらいだったと思うんですけれども、そして iPhone の充電器ですよね。それぞれのデバイスの専用充電器を持ち運んでいました。で、もちろんこれとつなぐね、ケーブル類も持って行ってたんですよね。これ当時の iPad とつないでいたケーブルなんですが、もうこの辺ね、割れてたりするんですけれども、こういうものを持って行ってたんですよ。で、あと、これはですね、当時記録用に持ち運んでいたデジタルカメラが乾電池式だったんですよね。単3電池4本で動くカメラだったので、電池ね、使い捨てだともったいないので、こういう充電式の乾電池と、あとね、専用のこの充電器も持って行ってたんですよね。で、これはですね、こういうプラグ内蔵タイプなんですけれども、これと、あとね、電源コードですよ。そもそもね、ビジネスホテルのコンセントの数自体が少ないですし、なんかね、変なところについてたりしますので、こういうね、延長ケーブルが必要だったんですよね。こういったものを充電のために持って行っていて、あとこれ以外にね、モバイルバッテリーなんかも持って行ってたんですけれども、これだけ持って行ってたんですよ。で、それがですね、時代の流れとともに、まず iPhone のカメラがすごくね、進化したので、デジタルカメラを持ち運ばなくなりました。そして、各デバイス専用の充電器ですね。例えば、こういった、もうどんなデバイスでも充電できますよという小型のね、シンプルな充電器ができましたので、これと置き換わりました。そしてケーブル類ですね。以前はそのデバイスをね、購入した時についてくるケーブルそのまま使ってたんですけれども、これが、例えばね、こういう非常に短いケーブルとか、あと最近使い始めたのがこのね、2メートルの長いケーブルなんですが、こういったものを組み合わせて持ち運ぶようになりました。ということでだいぶ荷物減りましたよね。ただね、これだけは残ってるんですよ。ここまでね、AC 口必要なくなったので、これをね、もう持っていかずに、こういう使い方もできるようになったんですが、それにしてもこのケーブルだけはどうしてもね、外せなかったんですよね。なぜならば、先ほどね、イラスト見ていただいたように、ビジネスホテルのコンセントの位置が変なところにあるからなんですよ。で、ところがですね、このポラリスキューブビルトインケーブルが登場してくれたことによって、もうこのケーブルも必要ないし、これ充電器ですので、この充電器も必要ないんですよ。このビルトインケーブル本体と、あとね、何本か USB ケーブルがあれば、これで済むんですよね。ここまで荷物を減らすことができるようになる。これがね、この製品の最大のメリットだと思います。で、実際ゴールデンウィークの時に、妻の実家に旅行がてらね、泊まりに行ったんですよね。で、その時にこれ持って行ったんですけれども、普通の家ですので壁にコンセントがあるわけなんですが、これをね、挿して、僕一人のデバイスであればこれで十分。で、ただね、妻とかあと子供も一緒に行っていましたので、ポート数が足りないわけですよ。で、そうすると、例えばこの AC 口にノバポートデュオを挿して、充電のね、ポートを増やしたり、あとね、iPhone と Apple Watch はこのね、ノバウェーブをここに挿して充電するというような使い方をしました。要するにね、このポラリスキューブビルトインケーブルを角にして、さらに充電機能を拡張して家族3人分のデバイスを充電するというようなことをやってみたんですよね。で、それをやるにしても、
先ほどのようにいろんなね、デバイス専用の充電器を持ち運んだりする必要もありませんし、こういったね、延長ケーブルも必要ないわけですよ。すごくね、すっきりしますよね。もう本当にね、出張や旅行にぴったり、すごくね、便利に使えて荷物をね、減らすことができます。はい、2つ目のね、良かった点。それはですね、デスク上の使用でもね、便利だという点です。で、こういったデスクで、机の上をね、すっきりさせるために、電源タップをデスクの天板からちょっとね、低いところ、見えないところに置いてたりする人いませんか？まさにね、僕のこの机がそうなんですけれども、電源タップが天板のね、ちょっと向こう側に置いてあるんですよね。なので、充電器なんかを差しっぱなしにしてたりするんですけれども、こういう短いケーブルがついていると、そこに挿して、この充電器本体をある程度ね、近いところに置くことができますよね。デスク上での充電ポートの角みたいな使い方もできると思います。で、出かけるときはこれくるくるっと巻いて、パチッと止めて持ち出すということができるので、すごくね、応用範囲というか守備範囲の広い製品だなというふうに感じました。ただね、使ってみてね、気になった点もあるんですよね。2つほどあるんですが、今回この気になった点は CIO さんに対するね、これ要望です。さらなる改良の要望なんですよ。はい、まず1つ目なんですけれども、これね、分厚いですよ。あともう少し薄くできないかなっていう感じなんですよね。多分 CIO さん困った顔されると思うんですが、これね、ヨーヨーみたいに真ん中にケーブルがぐるぐる巻いてあるんですよね。で、上の部分に USB の充電器がついております。で、AC の口は下にもこうまたがってあるわけなんですけれども、下側ってもっと薄くできないですかっていうことなんですよ。で、出張とか旅行、お出かけに持ち出すのにすごく便利なデバイスだと思うんですけれども、持ち運ぶのにですね、こちら同じくね、CIO さんのモバイルバッテリー、これね、薄型じゃないですか。こういう形状の方が持ち運びしやすいんですよね。ガジェットポーチとかリュックのポケットにね、入れやすいんですよ。この面だけ見ると、コンパクトにできてるなっていうふうに思うんですが、やっぱりね、ちょっとこれはね、分厚いんですよね。できればもう少しね、薄くしてくれたら嬉しいなと思います。で、あともう一点、気になった点というか要望があるんですが、ぜひですね、C2 対応もしてほしいなと思います。で、先ほどね、Apple Watch と iPhone の充電のために、これですね、NovaWave と一緒に使いましたよっていう風な話をしたんですが、もしここにね、C2 対応してくれれば、これで iPhone を載せたら充電もできるということになったらめちゃくちゃ便利ですよね。これはですね、技術的に結構難しいのかもしれませんし、AC 口があって USB の充電ポートがあってさらに C2 も対応すると今度ね発熱の問題もあると思いますのでかなりね難しいとは思うんですが多機能をね売りにしている CIO さんですのでいずれねそうしたもう全部入りの電源タップ開発してくれると勝手にね期待しております。すぐにね作るのは難しいと思いますけれどもとりあえずはですねこのビルトインケーブルに近いうちに出るであろう、はい、こちらの製品ですね。NovaWave Spot Plug Plus C という製品なんですが、これね、幕開けで僕注文しているんですけれども、ちょっとね、開発が遅れてるみたいなんですよね。ただ、これご覧の通りですね、C2 対応で、こういうふうにコンセントに直接挿して iPhone をね、充電したりすることができるんですよ。で、この形状ですので、おそらくね、ビルトインケーブルと相性がいいんじゃないかと勝手に思ってるんですよね。要するにここに挿してやれば iPhone も対応できるということで、当面はスポットプラグプラス C とこのね、ビルトインケーブルの組み合わせで iPhone にも対応できるというようなシステムで運用しようかなというふうに思っていますので、スポットプラグプラス C も楽しみにしているんですけれども、いずれにしてもね、このビルトインケーブル1つまず購入して、で、ここからね、拡張していくっていう使い方ができる電源タップだと思います。ご家庭のね、デスク上でも使えますし、試しに1個購入して、出張やね、旅行に持ち出したり、他の充電器と組み合わせて拡張したり、自分のね、使い道に合わせた使い方がね、できる。結構ね、面白いデバイスだというふうに感じました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、CIO さんから一般販売が始まりました、ポラリスキューブビルトインケーブルをご紹介してきました。
この製品が気になっている方の参考になればと思います。また CIO さんね、Amazon のセールに積極的にね、セール価格で参加しますので、もしね、購入したいという方はですね、セールでお得な価格になっている時にね、購入されることをお勧めしたいと思います。ぜひね、Amazon セールの時には CIO で検索してチェックしてみてください。この動画が参考になった、面白かったという方は、応援の意味を込めて高評価押していただけるとすごく嬉しいです。また、チャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。